今回はさつまいもブレッドケーキの作り方をご紹介します。ケーキの満足感がありつつパンのように軽く食べられるさつまいもおやつです。フライパンやお鍋で手軽に作れるので早速作っていきましょう。さつまいもは中1本150から 200g ほどのものを使います。皮ごと使うのでよく洗っておきましょう。表面に硬そうな部分があったら包丁で取り除きます。1センチ角ほどの大きさに切っていきます。今回さつまいもは安納芋を使っています。紅はるかやシルクスイート、安納芋などしっとり系の品種がおすすめです。切っている段階で黒っぽく変色が進んでいたのでさっと水にさらしたいと思います。さつまいものアクはポリフェノールなども含まれるので変色など気にならなければ省略しても大丈夫です。3分ほど水にさらしたらざるにあけて水気を切っておきます。お鍋やフライパンにさつまいもを入れます。みりんを大さじ3、別の甘味料で代用するときは甘味料大さじ2にお水を大さじ1プラスして代用してください。お醤油を大さじ1、まずは中火と弱火の間の火加減で加熱します。最初にみりんとお醤油でさつまいもの甘煮を作り、大学芋のような味付けにしていきます。しばらくして煮汁が沸いてきたら弱火に変えます。蓋をしてさつまいもが柔らかくなるまで加熱しましょう。時々様子を見てさつまいもが柔らかくなる前に煮汁がなくなってしまったら水を大さじ1ずつ足してください。さつまいもがしっかりと柔らかくなるまで煮ていきましょう。10分ほど加熱しました。大きめのさつまいもを選んで爪楊枝を刺してみます。柔らかくなっていれば OK です。途中で水を2回足して今の煮汁の余り具合はこんな感じです。出来上がったら一度バットなどに移しておきましょう。煮汁も残らずかき出します。お鍋は放置してしまうとみりんが固まって洗いづらくなってしまうので固まってしまう前に軽く洗い流してください。洗わないまま続行すると焦げて悲惨なことになってしまうのでお気をつけください。次は生地作り。卵2個をボウルに割り入れます。卵は M サイズを使用しています。ここに蜂蜜を大さじ2杯入れます。お砂糖や別の甘味料で代用可能です。卵がメレンゲ状のふわふわになるまで混ぜる必要はないですが、気持ち長めに混ぜることで生地がふんわり仕上がります。1分くらい混ぜました。油は大さじ2杯入れますが、大さじ1入れるたびによく混ぜてください。今回は米油を使用しましたが、風味が強くないものならお好みの油で大丈夫です。
卵と油が混ざらないとあまり膨らまずパサパサしたケーキになってしまいます。乳化させるイメージでとろみがつくまで混ぜてください。これが大事なポイントです。米粉を 100g 入れます。小麦粉で代用可能です。ベーキングパウダーを小さじ1強約 5g 入れます。しっかりと混ぜ合わせます。小麦粉はグルテンがあるので混ぜすぎると膨らみづらくなってしまいますが、米粉はグルテンがないのでしっかり混ぜても問題ありません。粉っぽさがなくなったら牛乳を大さじ1入れます。豆乳で代用可能です。牛乳や豆乳が手元にない場合は大さじ1と少量ですので、わざわざ買い足さずに水で代用することもできます。ただ、水には脂肪分が含まれていないため、仕上がりが少し乾いた食感になると思います。今回は16センチの鍋で焼きますが、フライパンでも大丈夫です。くっつく心配のある鍋の場合は、クッキングシートを一度くしゃっと丸めて広げてから敷き、その上に生地を流し入れます。コーティングがあるお鍋の場合は、クッキングシートなしでも問題ありません。ここにさつまいもの甘煮を並べます。ところどころさつまいもの皮を上向きにして並べると、焼き上がった時の色味がきれいになります。この余った汁は取っておいてください。クッキングシートが鍋からはみ出していると火がついてしまう可能性があり危険なので、余分な部分はあらかじめ切り落としておきましょう。蓋をしたらごく弱火にして15分加熱します。弱火で生地の中までじっくり蒸し焼きにしていくイメージです。お鍋やフライパンが16センチより大きい場合は早めに焼き上がり、小さい場合は生地が厚くなる分少し長めに焼く必要があります。生地の状態を見ながら調整しましょう。こんな感じで穴が開いているタイプの蓋を使われる場合は、お箸で穴を塞ぎ、フライパン内に蒸気がこもるようにしてください。15分焼いたら、お箸や爪楊枝などを刺して生地がつかないか確認します。真ん中部分が完全に焼けていなかったので、この後追加で5分焼きました。合計で20分焼きました。蒸しパンのようにふっくら焼けました。蜂蜜を入れているので、底や側面に焼き色がつきやすいです。うまくいくとカステラの底のような感じになりますが、焼きすぎると苦みが出てしまうので注意です。取っておいた甘煮の汁を表面に塗ります。表面にツヤが出てしっとり感も増し美味しくなります。さつまいもブレッドケーキの完成です。
ケーキのようでパンのような優しい甘みのおやつです。さつまいもがゴロゴロ入っていて少量でも満腹感があります。一口食べるとさつまいもの自然な甘みと米粉ならではのしっとり感が広がり、ケーキとパンのいいとこ取りをしたような優しい食感。最初にみりんとお醤油で下味をつけているので、口に入れるとふんわりと和のうまみが広がります。小さいお鍋で焼くと高さが出て見た目は良くなりますが、その分焼き時間が長くなり、底が焦げやすくなります。焦げるのが心配という方は、20センチほどのフライパンを使うと火の通りが早く焼きやすいのでおすすめです。余った場合は冷凍することもできます。小分けにしてラップでくるんでから保存袋に入れて冷凍すれば 2,3 週間は持ちます。冷凍後はパサつくので温め直してからお召し上がりください。さつまいもが美味しい時期にぜひ作ってみてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。